みんな、こんにちはなのだ。今日も元気いっぱいのずんだもんなのだ。さてさて、今日は遠くヨーロッパから、ドイツについて紹介していくのだ。ところでみんな、知ってるかな？この、ドイツっていう国名、実は意外な秘密があるのだ。みんなが知ってる国名、ドイツ。これって実はドイツ語でも英語でもなくて、オランダ語の、唯一、ドイツが由来なんだって。江戸時代にオランダから日本に伝わってそのまま定着したらしいのだ。面白い発見なのだ。そんなドイツの話も踏まえつつ、今日も世界の最新ニュースを3つ紹介していくのだ。中でも特に注目してほしいのが2つ目のニュースなのだ。中東トランプ氏ガザ地区での殺害をワシントンでの作戦と比較という記事なのだ。トランプ前大統領がガザ地区での出来事についてかなり衝撃的な発言をしたのだ。世界中で大きな波紋を呼んでいる非常に重要なニュースなので、ぜひ最後までしっかり聞いてほしいのだ。この動画が面白い、ためになったと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。それでは今日も一緒に世界の最新ニュースを深掘りしていくのだ。さあ、今回はヨーロッパ中央に位置するドイツを紹介するのだ。首都はベルリンで、人口は約8300万人ほどなのだ。近代史で重要な役割を担い、現在は連邦共和制の民主主義国家として発展を続けているのだ。自動車や精密機械など、高い技術力に支えられた産業は世界をリードしているのだ。ビールや豊かな食文化、哲学やクラシック音楽を生んだ多様な文化も特徴なのだ。近年は環境保護への意識が高く、再生可能エネルギーへの転換、エネルギー弁でを強力に進めていることでも世界から注目されているのだ。そんなドイツの魅力に触れてみてほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。ヨーロッパと中東紛争。中東では何も言えずという記事なのだ。ヨーロッパ派ね、中東の紛争で全然目立たない、まるで脇役みたいな存在なのだ。だって中東で積極的に動きたいっていう意志も使える資源もあんまり持っていないみたいなのだ。それよりもロシアからの危険にどう対応するかとか、 EU 自身がちゃんと生き残れるようにする方が今はもっと大事だと思っているみたいだね。アメリカのトランプ大統領が中東で和平を発表した時も、ドイツのメルツ首相とかフランスのマクロン大統領たちが和平サミットに行ったんだけど、結局はただの見てるだけの人、傍観者に過ぎなくて和平にはほとんど貢献できなかったのだ。 EU の中は加盟国の意見がなかなかまとまらないし、ロシアがいろいろと攻撃的なことをしているから、ヨーロッパ全体の安定もちょっと危ない状況なのだ。だから中東で大きな声を出したいなら、まずは自分たちの内部にある問題をちゃんと解決して改革を進めて、もっと強い力を手に入れるべきなのだ。内側の課題を乗り越えることこそ今のヨーロッパにとって一番大切なことなのだ。2つ目のニュースなのだ。中東トランプ氏ガザ地区での殺害をワシントンでの作戦と比較という記事なのだ。ナオミ・ナハー・オステンのニュースなのだ。トランプ前大統領がガザ地区でハマスが人々を公開処刑したことについてコメントしたのだ。彼は危険なギャングを排除しただけと特に気にしない様子だったのだ。しかもハマスの行為をアメリカ国内での自身の政策、例えばワシントン DC の治安改善などと比較したのだ。まるで国のためにやったことみたいに言っていたのだ。だけどハマスのこんな残虐な行為に対しては世界中から強い批判の声が上がっているのだ。パレスチナ自治政府のアッバス議長もこれを忌まわしい犯罪だと激しく非難しているのだ。アッバス議長はすぐに処刑をやめて責任者をきちんと処罰するように求めているのだ。人権委員会もこれは明白な人権侵害だと指摘しているのだ。本当にひどいことなのだ。3つ目のニュースなのだ。イスラエル人質獄中が安堵
という記事なのだ。イスラエルで人質が解放され始めたのだ。テルアビブの人質広場では、イツアイ・シュタインメッツさんが踊って喜びを表しているのだ。この広場は国の団結を象徴する場所だけど、実は最近まで国を分断する原因でもあったのだ。シュタインメッツさんは劇場学生で予備役兵でもあるけれど、軍務と行方不明になった人たちの解放を求めるデモ活動を両立させているのだ。人質解放は一時的な安堵をもたらしたけれど、未来はまだ不確実で心配なのだ。イスラエルの政治は右翼の冷酷さと意見の対立を市民的に解決したいという希望の間で大きく揺れているのだ。国全体が一時的に息を吹き返したけど、本当の意味で安心できる日はまだ遠いのだ。今回はドイツの魅力に触れたけど、そこから見える世界は紛争や課題に満ちているのだ。ヨーロッパの安定、中東の人権、人質解放の一時的な安堵、希望と不安が入り混じり、複雑な状況なのだ。それでもみんなで未来を考え、平和を目指していきたいのだ。また会うのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。